リンのモデリング日記。今回は車のモデリングをしていきます。本格的に作ろうとすると作成するパーツも膨大になるので、車の窓から中は見えない感じにして比較的簡単に作れるようにしました。下絵も用意したので、車のモデリングをやってみたい方はそちらを利用してみてください。タイヤについては前回作成したノーマルマップを利用して時短していきます。それでは始めていきます。まずは正面からの視点にして下絵を読み込みます。画像の参照でフロントの画像を選択します。この画像の他にメッシュライン付きの画像もあるので、慣れていない方はこちらの画像で練習していきましょう。画像プロパティの深度を前に不透明度にチェックを入れて 0.15 くらいにします。次に側面の視点にしてサイドの画像を読み込んで、上面の視点にしてトップの画像を読み込みます。3つ読み込むとこんな感じになります。モデリング中に参照画像を選択しないように、オブジェクトプロパティの可視性の選択可能のチェックを外しておきます。次にバックの画像を参照するのですが、フロントの画像が両面表示になっているので、表だけ表示するようにします。後ろからの視点にするには、コントロールプラス点キー1を押します。できたらバックの画像を読み込みます。こちらも表のみ表示するようにしておきます。軸に平行な時のみにチェックすると、各軸に正対した時のみ参照画像が表示されるようになります。ここまでが前準備となります。今回は下絵があるので平面を追加して、そこから作成していきます。まずは側面から見て合わせやすいところに頂点を移動させていきます。ドアあたりからやるのがいいかなと思います。上と下を揃えて分割しながら形を合わせていきます。押し出しをして横に広げていきます。エッジが足りないときはカットをして頂点を増やします。この辺りは頂点を押し出して合わせています。エッジを押し出して頂点を合わせてもいいのですが、押し出した後の形状が下絵と違いすぎて、その後の調整も大変になるので、頂点を下絵に沿って押し出しています。エッジができれば F キーで面が作成できるので、F キーを連打すれば次々と面ができていきます。この後も同じ要領でどんどん面を作成していきます。
ある程度できたら上面の支点で頂点を合わせていきます。だいたいできたら正面からも見てみます。ここからはいろんな方向から見て面を追加していきます。エッジで押し出すのか、頂点で押し出すのかは慣れもあると思いますが、自分のやりやすいやり方を見つけていきましょう。
フロント部分はだいぶできたので、次はリア部分をやっていきます。リア部分もできてきたらルーフ部分を作成していきます。
エッジを追加する方法として、ナイフツールの他にエッジのない頂点を2つ選んで J キーを押してエッジを追加する方法もあるので、覚えておくといいかなと思います。だいたいボディの部分はできてきました。スムースシェードを適用してシャープにしたいエッジにシャープをマークしていきます。下絵のない部分はほぼ見えないので適当につなげておきます。見えない部分は手を抜くということも覚えておきましょう。ミラーモディファイアを追加して反対側も作成します。次はタイヤとホイールを作成します。円柱を追加します。分割数は32くらいにしています。
ホイールのディスク部分を作ります。こういった同じ形状が同心円状にある場合は、一つを作ってコピーしていきます。一つのパーツができたら、中心となるところにエンプティを追加します。この時 3D カーソルを中心点に移動しておきましょう。エンプティを追加すると 3D カーソルの位置に作成されるので、エンプティの位置合わせが楽になります。複製するパーツを選んで配列モディファイアを追加します。オフセットにチェックを入れて、オブジェクトにエンプティを選択します。数を7にしてエンプティを回転させます。回転は 360/7 と入力して角度を計算します。うまく複製できていませんが、これは元のパーツの回転に90度が入っているためで、回転を適応して0度にしてやると解消します。頂点を微調整してきれいにつながるようにします。この後複製してタイヤを4つにしますが、ホイール部分のモディファイアを適用させると元に戻す時に大変なので、元データとして残しておくために複製しておきます。
成できたので、タイヤとホイールを結合してミラーモディファイアで複製します。今は原点がタイヤの中心にあるので、ミラーで複製しても重なってしまいます。なので右上のオプションから影響の限定の原点にチェックを入れて原点を調整していきます。調整した後はチェックを外すのを忘れないようにしましょう。ナンバープレートを作成していきます。ボックスを追加して位置を調整します。次はウィンカー部分の作成をしていきます。この部分は作り込むと大変なのでテクスチャーを使用します。なので簡単な形状を作っていきます。ある程度できたらボディのメッシュに貼り付くように変形させます。スナップの選択から面に投影を選んでスナップをオンにします。正面からの視点にして頂点を動かすとメッシュに貼り付くようにスナップします。調整できたらスナップを解除して押し出します。裏面はいらないので削除しておきます。同じ要領でリフレクターやドアノブの部分も作っていきます。
選択した部分にフォーカスするのは点キーのドットキーでできます。意外と便利なショートカットなので、覚えておくと作業がはかどります。テールランプを作成していきます。メッシュラインがあると見づらいときは、メッシュラインがない画像に差し替えてください。あまりメッシュが細かくないので、飛び出てしまうところは調整しましょう。だいたいできたらミラーモディファイアで反対側も作成します。次はサイドミラーを作っていきます。
斜めに傾けた後に特定の面に対してマニピュレーターを表示したいときは、辺や面を選択してトランスフォーム座標系のところでプラスを押します。調整できたらミラーモディファイアを追加します。次はマフラーの部分を作成していきます。ボディはミラーモディファイアで左右対称になっているので、このままでは片方だけ加工ができません。なので一旦複製して元のデータは残しておいてミラーモディファイアを適用します。その後マフラーの部分のバンパーをへこませていきます。この辺はあんまり見えないので大体で形を作っていきます。ある程度できたらマフラーを作成します。
次はリアガラスを作成します。結構見える部分なので少し細かくしています。後ろのリフレクターを忘れていたので作成します。次に UV 展開をしていきます。まずはシャープをマークした部分を利用してシームをマークします。あとは各パーツのラインを入れたいところにシームをマークします。
だいたいできたら UV 展開します。一回展開してみておかしいところがあったらそこにシームをマークして再度展開します。マテリアルを追加して色をつけておきます。ラインを描いていくのでテクスチャーペイントタブで新規画像を作成します。できたら保存しておきます。シェーディングタブで保存した画像を読み込んでミックスノードの係数へつなげます。実際にラインを描いていきますが、普通に手で描こうとすると歪んでしまうので、ストローク方法をラインに変更します。こうするとまっすぐな線が引けるので、UV マップに書き込んでいきます。引きたいところの UV が分かりづらいかもしれませんが、一回適当に描いてみて、位置を確認してアンドゥして描くというのが早いかなと思います。
大体書けたので、シェーディングタブでマテリアルの調整をしていきます。シェーディングをマテリアルプレビューからレンダーに変えるとラインが消えてしまいますが、ラインを描いたマップを上書き保存すれば反映されます。適当に環境テクスチャーを設定するとそれっぽくなってきます。ラインを描いた画像をバンプにも使用します。ボディはできたので、他のマテリアルも作成していきます。ミラーの部分はボディのマテリアルを複製してラインの画像を使用しないようにします。ホイール内のブレーキパッド部分はテクスチャーを使用するので別マテリアルにします。テクスチャーについてはテールランプやウィンカーをまとめて一つのテクスチャーにしていますので、その絵に合わせて UV を調整していきます。UV 展開して形状がおかしくなっているところは何かしら原因があるので確認して対処していきます。今回は必要ない面が残っていてシームもマークできていなかったのでおかしくなっていたようです。不要な面は削除して再度 UV 展開していきます。
テールランプの UV を調整します。ぴったり合うことはないので、大体で合わせていきます。リフレクターやウィンカーも同じように調整していきます。大体できたらミラーモディファイアを適用して反対側も調整します。フロントバンパーの開口部から見えるラジエーターもテクスチャーで済ませてしまいます。次はナンバープレートです。ここはテクスチャーでも良かったのですが、皆さん好きなナンバーにしたいだろうということもあり、テキスト入力でやっていきます。テキストを追加してナンバープレートの前に持ってきます。テキスト内容の変更は編集モードで行います。ここで少しめんどくさいのが、英数字は普通に入力できるのですが、日本語は入力することができません。なのでメモ帳などのアプリを開いて、そこに一旦入力してコピーしてから、テキスト入力のところでペーストして日本語を入力していきます。
テキストのジオメトリから押し出しの数値を入力すると厚みをつけることができます。次にタイヤに溝のノーマルマップを割り当てていきます。シームをマークして UV 展開していきます。マテリアルを割り当ててノーマルマップをつなげていきます。次は背景を作成していきます。 UVQ を追加して下半分を平らにします。境界部分をベベルで滑らかにしておきます。ノーマルを反転して内側に向くようにします。そしてマテリアルを追加してサーフェスを放射にして環境テクスチャーを設定します。環境マップはお好きなもので良いと思いますが、地面や道がある方が雰囲気は出るかと思います。マテリアルプレビューをレンダーにすると環境マップが邪魔で車が見えませんが、サイクルズで裏面を非表示にするにはシェーダーを設定する必要があります。シェーダーミックスとトウカ BSDF を追加してつなげます。そしてジオメトリノードを追加して後ろ向きの面をシェーダーミックスの係数につなげます。こうすることで裏面にトウカ BSDF を設定することができます。ワールドにも同じ環境マップを設定しておきます。今のままだと車の影がないので見た目に違和感を感じると思います。これは背景のマテリアルが放射になっていて影の影響を受けないためです。一旦プリンシプル BSDF をつなげてみます。真っ暗ですが放射ではなくなったので背景のメッシュの影になってしまっています。オブジェクトプロパティの可視性の例の可視性にある影のチェックを外してみると背景のオブジェクトの影が発生しなくなるのでマテリアルのカラーの白が表示されます。この状態だと車の影が見えます。環境マップをベースカラーにつなげて環境マップを表示しつつ車の影も表示できるようにします。マッピングノードを追加して環境マップの位置を調整します。また影が落ちてほしいのは地面だけなのでその部分のマスクを作ってそこだけプリンシプル BSDF を適用します。最初は Z 軸の値をカラーランプで調整しようとしていましたが境目の処理が微妙だったのでグラデーションを使う感じに落ち着きました。
あと放射の色味とプリンシプル BSDF の色味が違うのですが、ベースカラーを白にした時の色をカラーピックで拾って、それを助産してやると合わせることができます。簡易的ですが、環境マップをバンプからノーマルにつないでディティールを追加します。レンダリング用のカメラを設定します。自分の好きなアングルでレンダリングできるようにカメラの位置を調整していきましょう。一度レンダリングしてみて気になったところを調整していきます。ここではガラスの色味やタイヤの色やツヤなどを調整しています。次に背景オブジェクトに設定した環境マップとワールドの環境マップの回転を同じにする処理をします。マッピングの回転 Z で右クリックからの新規ドライバーとしてコピーをして、ワールドのマップにマッピングを追加して回転 Z にドライバーを貼り付けします。回転させるとライティングも動いているのがわかります。こんな感じで完成です。と思っていたらワイパーを作っていなかったので追加していきます。こちらもテクスチャーを作っているのでそれを利用していきます。平面を追加してフロントガラスにスナップさせながら形を作って調整していきます。マテリアルを追加してテクスチャーを設定します。UV を調整して位置を再度調整します。
成して左右のワイパーができたら完成です。長時間の動画となってしまいましたが、これでも車のモデリングとしてはだいぶ簡易的ではあります。よりリアルさを求めるならば各パーツを作っていく必要がありますし、車の中の作り込みも必要になってきます。初めからそこまでやろうとすると途中で挫折しがちだと思うので、今回のモデルのように比較的簡単に作ってみるのがいいのかなと思います。今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。